こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、基本的操作法第12回、ドラフトワークベンチの続きを解説していきます。今回はフリーキャドのドラフトワークベンチの中の移動、回転、尺度、共造ツールについて紹介します。移動は、オブジェクトを移動またはコピーするツールです。回転は、選択したオブジェクトを中心点を基準に回転またはコピーするツールです。尺度は、選択したオブジェクトを起点を中心に拡大、縮小するツールです。共造は、選択したオブジェクトのミラーコピーを作成するツールです。以下のスライドで、各ツールについて詳しく説明していきます。ドラフトムーブ移動ツールは、選択したオブジェクトを特定の位置に移動またはコピーするための強力な機能を持っています。このツールは、ドラフトワークベンチやスケッチャーワークベンチで作成された 2D オブジェクトだけでなく、パートワークベンチ、パートデザインワークベンチ、BIM ワークベンチで作成された多くの 3D オブジェクトにも利用できます。移動ツールの操作法を説明します。まず、移動ツールを起動するために Move ボタンを押します。次に、オブジェクトを選択します。オブジェクトを選択していない場合は、Move タスクパネルでオブジェクトを選択します。コピー元の図形としてサブエレメントを選択したい場合は、Modify Sub-Elements チェックボックスをオンにして、サブエレメントモードに切り替えます。次に、3D ビューで最初のポイントを選択するか、座標を入力して、エンターポイントボタンを押す必要があります。そして、2番目のポイント、つまりターゲットポイントを同様に選択します。このプロセスは、正確な位置にオブジェクトを移動させるために非常に重要です。特に 3D 環境では視点の変化が1機目に影響を与えるため慎重に操作することが求められます。これによりユーザーはより直感的にオブジェクトを配置できるようになります。サブエレメントを使用するとオブジェクトの特定の部分を選択して操作することが可能です。Move ツールを使用する際はModify Sub-Elements チェックボックスをオンにすることで細かい調整ができるサブエレメントモードに切り替えられます。これにより、特定のサブエレメントを正確に移動または変更できるため、より高度なデザイン作業が可能になります。移動ツールの様々なオプションについて説明します。相対モードは、最初の点を基準にした座標を使用するかどうかを切り替える機能です。全体グローバルモードでは、ワーキングプレーン座標系とグローバル座標系のどちらを基準にするかを選択できます。続行コンティニューモードは、ツール終了後にすぐに再開するかどうかを決定します。コピーモードでは、オブジェクトを移動するのではなく、コピーを作成することができます。最後に、Modify Sub-Elements モードでは、サブエレメントを移動するかどうかを切り替えることができます。回転ツールは、オブジェクトを特定の角度で回転させるための強力な機能です。選択したオブジェクトを中心に、指定した角度で回転またはコピーすることができます。この際、回転軸は現在の作業平面に対して垂直であり、回転角度はその平面を基準に設定されます。特にサブ要素モードでは、ドラフトラインやドラフトワイヤの特定の点やエッジを回転させたり、選択したエッジをコピーすることが可能です。回転ツールの操作方法について説明します。まず、オブジェクトやドラフトライン、ドラフトワイヤのサブ要素を選択することが重要です。選択が完了したら、回転ボタンを押すことで、選択したオブジェクトを回転させることができます。もしオブジェクトがまだ選択されていない場合は、3D ビューでオブジェクトを選択する必要があります。この操作を行うと、回転タスクパネルが開き、さらに詳細な設定が可能になります。これにより、オブジェクトの回転をより精密にコントロールできるようになります。回転ツールのタスクパネルの操作方法について詳しく説明します。サブ要素を選択する場合、まずサブ要素の変更チェックボックスをオンにし、サブ要素モードを有効にします。次に、3D ビューで回転の中心となる最初の点を選択するか、座標を入力して、エンターポイントボタンを押します。その後、2番目のポイントを選択し、ベース角度を入力します。最後に、3番目のポイントを選択し、回転を入力します。このプロセスを通じて、正確な回転を実現します。
ドラフトスケールツールは、オブジェクトの拡大や縮小を行う際に非常に便利です。このツールを使用することで、選択したオブジェクトを起点にして、正確にスケールやコピーが可能になります。特にサブ要素モードでは、ドラフトラインやドラフトワイヤの特定のポイントやエッジをスケールすることができ、デザインの精度を高めることができます。尺度ツールの操作方法について説明します。まず、オブジェクトやドラフトライン、ドラフトワイヤのサブ要素を選択する必要があります。選択が完了したら、スケールボタンを押すことで、スケールタスクパネルが開きます。もしオブジェクトがまだ選択されていない場合は、3D ビューでオブジェクトを選択することが重要です。このスライドでは、尺度ツールの操作方法の続きを説明します。サブ要素を選択する場合は、まずはサブ要素の変更チェックボックスをオンにして、サブ要素モードを有効にします。次に、3D ビューで起点を選択するか、座標を直接入力して、エンターポイントボタンを押します。ここで、XY、Z のスケール係数を入力することが重要です。操作が完了したら、エンターキーまたは OK ボタンを押してツールを終了します。マウス操作で倍率を入力するには、Pick from/2 points ボタンを押し、3D ビューで2つの追加ポイントを選択してスケール係数を計算します。これにより、均一なスケーリングチェックボックスが自動的にオンになります。したがって、X、Y、Z スケール係数は等しくなり、基準点と支点間の距離を基準点と終点間の距離で割った値に設定されます。尺度ツールのオプションについて詳しく説明します。まず、均一スケーリングユニフォームスケーリングの機能は、X、Y、Z の係数を同じ値にロックすることで、オブジェクトの比率を保ちながらサイズを変更することを可能にします。また、ワーキングプレーンオリエンテーション作業平面の向きに基づくスケールの設定が重要です。オンにすると、作業平面の座標系が基準となり、オフの場合はグローバル座標系が使用されます。さらに、クローンを作成のチェックボックスをオンにすることで、元のオブジェクトのスケールされたクローンを生成できるため、作業の効率が向上します。これらのオプションを活用することで、デザインプロセスがより柔軟になります。次に共像ツールについて説明します。このツールは、選択したオブジェクトからミラーあるいはコピーを作成します。ミラーオブジェクトはパラメトリックであり、元のオブジェクトに変更が加えられると、自動的に更新される特性を持っています。この機能は、デザインの一貫性を保ちながら、効率的に作業を進めるのに役立ちます。特に、複雑な形状や対称性が求められるプロジェクトにおいて、ミラーコピーを利用することで、時間を節約し、エラーを減らすことができます。ミラー機能の使用方法について説明します。まず、必要に応じて一つ以上のオブジェクトを選択し、ミラーボタンを押します。オブジェクトが選択されていない場合は、3D ビューでオブジェクトを選択することから始めます。その後、ミラータスクパネルが開き、ミラー平面の最初のポイントを選択するか、座標を入力して、エンターポイントボタンを押します。次に、ミラー平面の2番目のポイントを選択するか、同様に座標を入力してボタンを押します。このプロセスを通じて、オブジェクトの対照的なコピーを作成することができます。今回はドラフトワークベンチの中の移動、回転、尺度、共像ツールについて紹介します。最初に、移動ツールについて見ていきましょう。最初にこちらのポリゴンを選んでやります。次に、移動ツールをクリックします。そして、移動開始点をクリックします。移動させたい方向にマウスをドラッグします。そして、終点でもう一度クリックします。すると、このように図形を移動することができます。それでは、もう一度、移動を行ってみましょう。最初にポリゴンを選択し、移動ツールをクリックします。今回は、コピーオプションをチェックしてみましょう。次に移動開始点をクリックします。そして、移動方向にマウスで動かし、終点でもう一度クリックします。すると、先ほどとは異なり、元の図形はそのままで、
コピーが終点に表示されます。それでは、次にキーボードよりの入力で、移動を行ってみます。最初に、この図形を選択します。そして移動ツールをクリックします。次に、パラメータ設定画面で視点座標を入力します。ここでは、X 座標、Y 座標とも0を入力します。そして、エンターポイントをクリックします。次に移動座標を入力していきます。ここでは、X0、Y20 と入力します。すると、このようにコピー元の上にコピーされた図形が表示されます。図形の一部を移動やコピーする場合には Modify Sub-Elements オプションをチェックしますが、このようなサブエレメンツのない一つの図形では、エラーとなります。例えば、線分ツールを使用し図形を書いていきます。この図形の一部を移動やコピーする場合にサブエレメンツオプションを使用します。このように、線分ツールを使って三角形を描いていきます。今、線分は3つに分かれていますが接合ツールを使って1つにまとめると、各要素はサブエレメンツとなります。3つの線分を選択し、接合ツールをクリックします。すると、このように1つの線分に統合されます。それでは、この線分の一部を移動コピーしてみましょう。線分を選択した状態で、移動ツールをクリックします。次に、Modify Sub-Elements をチェックした状態で、開始点をクリックします。そして、マウスを動かし、コピー先まで移動しクリックを行います。すると、このように図形の一部がコピーされます。これが、Modify Sub-Elements オプションです。もう一つのサブエレメンツオプションの例を見ていきましょう。今回はポリラインを描いていきます。このようにポリラインを描いていきます。このポリラインの一部を移動してみましょう。例えば、この線分を選択して、移動ツールをクリックします。次に、Modify Sub-Elements オプションをチェックします。ここを移動中心として、このような形で移動を行います。このように、Modify Sub-Elements オプションは、ポリラインの線分についても適用することができます。それでは次に、回転ツールを使ってみましょう。まずは、回転対象のポリゴンを選択します。次に、回転ツールをクリックします。最初に回転中心を選択します。今回は、原点をクリックします。次にベースアングルをマウスを移動して決定します。ここでクリックします。そして回転方向にマウスを移動し、回転角度を決定します。そして、ここでクリックすると回転が完了します。次はコピーオプションをチェックし、もう一度行ってみましょう。回転中心をクリックします。次にベースアングルを決定します。そして回転方向にマウスを動かし、もう一度クリックで決定です。すると、このように、元の図形のコピーを取ることができます。次にキーボードより入力して回転を行ってみます。X 座標0、Y 座標0と入力し、エンターポイントをクリックします。次に、ベースアングルを入力します。この例では、0度としエンター、回転角度は45度としてエンターします。すると、このように45度回転した図形がコピーされます。次は、尺度ツールについて説明します。まず、
ポリゴン図形を選択します。そして尺度ツールをクリックします。次に、拡大の原点を座標値として入力します。ここではマウスを移動し、原点でクリックします。すると拡大倍率を入力する画面が表示されます。この項目をマウスで入力するには、Pick from two points をクリックしマウス操作を行います。すると、拡大中心よりマウスカーソルに線分が表示されます。この長さが倍率の分母の値となります。次にマウスを移動し、分子の値をクリックし、決定します。すると、このように拡大された図形が表示されます。それでは、次に縮小操作を行ってみましょう。最初にポリゴンを選択します。次に尺度ツールをクリックします。そして、拡大中心をクリックします。次に、Pick from two points をクリックして、拡大倍率の分母をマウスで決定します。この例では、原点より 20mm でクリックしました。そして、分子を入力します。ここでは、原点より 10mm の距離でクリックします。すると縮尺が1/2の図形がコピーされ表示されます。それでは、次に縮尺ツールをキーボードで操作してみます。ポリゴン図形を選択した後、縮尺ツールをクリックします。次に、拡大中心座標をキーボードより入力します。ここでは、X 例、Y 例として入力した後エンターポイントをクリックします。次の画面で、ユニフォームスケーリングがチェックされた状態で、X の拡大倍率を操作すると Y 座標の倍率も同じ値で変化します。この時、ユニフォームスケーリングのチェックを外して操作してみましょう。すると、このように Y 座標のみや、X 座標のみの倍率を個別に変化させることができます。最後に、鏡像ツールについて説明します。最初にポリゴン図形を選択します。こちらの Y 軸に対して、鏡像を作成してみましょう。鏡像ツールをクリックします。次に、鏡像の中心となる座標を設定します。こちらの Y 軸上の1点をクリックします。そしてもう1点をクリックすると、このように、この軸を中心として鏡像が表示されます。それでは、もう一度行ってみましょう。図形を選択し、鏡像ツールをクリックします。そして、鏡像の中心となる線分の2点をクリックします。すると、このように鏡像が表示されます。それでは、次に別のパターンで鏡像を作成してみます。元図形を選択し、鏡像ツールをクリックします。今回は鏡像の中心として、原点をクリックします。そして2点目をマウスを移動し決定すると、このように対角線上に鏡像を表示することができます。最後に、キーボード入力で、鏡像作成を行ってみましょう。余分な図形を削除した後、こちらの図形を選択して鏡像ツールをクリックします。パラメータ設定画面が表示されたら、鏡像の中心となる第1点目を入力し、エンターポイントをクリックします。次に第2点目も入力し、もう一度エンターポイントをクリックします。すると、このように鏡像が作成されます。